ではこれから、セールアップをやってみたいと思います。まず最初に足の置く位置についてちょっとお話ししたいと思います。足は、マストの付け根、ジョイントの部分を挟むように、そして、ボードのセンターライン、中心線上に足を置いてあげるようにセットします。この時センターライン上に足を置くと言ったんですけれども、足の指の付け根のあたりがボードの中心に来るようにセットしてあげます。でこれがずれてしまう、例えば、かかとが中心に来てしまったり、そもそも中心線からちょっと離れたところに乗ってしまったりするとボードが傾いてしまってバランス取りにくかったりするので、基本的にはボードの中心に足の指の付け根、母指球のあたり、親指の母指球のあたりですねが来るようにセットしてあげます。これからセールアップしていきたいと思います。まずセールアップするときに使うこのアップホールラインの紐の、下の部分長めに使ってあげるように持ちます。でこの後上げていくのですが、その前にボードとマストが90度になるようにセールを左右に動かすとボードも動いていきますので、調節してあげてから上げていきます。90度ですね。ではこれから上げていきます。膝の力ちょっと抜いて、体全体でセールから水をこぼしていくように上げていきます。最後ブームエンドが水から抜ける瞬間、水の重たさが急になくなりますので、勢いよく上げてしまうと後ろに倒れてしまいます。ですのでここは慎重に引き抜いていきます。今、セールを上げた状態、この状態正面から見てみるとセールと自分がちょうど V の字のような状態になっている状態ですね。この状態を、ニュートラルポジションと呼ぶようにします。で、これはですね、道具の重たさがしっかり出ている状態なので、自分も体を反対側にしても、バランスがよく、安定している状態です。これを近くをちょっとごめんなさい、セールを近くに寄せてしまうと道具の重たさがなくなってしまって体でバランスを取るのが難しくなります。ですのでここはしっかり手を伸ばしてブームエンドが水に当たらないギリギリのところに置いといてあげるようにすると、この V の字の姿勢になってニュートラルポジションとなります。セールアップですが、落とす落ち方によったり、して、いろいろなパターンがあります。でまずこの状態はじめ、セールが風下側に落ちていて、かつマストが、進行方向ノーズ側に落ちている場合、この場合は、先ほどの手順を踏んであげてセールアップをしてあげれば完了となります。次のパターンとしては、セールは風下にあるのですがマストが、進行方ノーズ側ではなくてテール側に倒れてしまった場合、この場合はマストをテール側にこう振ってあげて軽く引き上げてくるとセールがこう反転してくれますので、反転したら先ほどと同じマストが、ノーズ側、進行方向側向いている状態と一緒ですので、ここで通常通りセールアップをしていきます。次はですね、セールが先ほどまでは風下側に、落ちていたのですが、今回反対に風上側に落ちている場合、この場合は軽くマストを上げてあげてセールをボードの上に乗せて移動させていきます。この時セールと自分がちゃんと正対をしてあげて、セールの動きに合わせて自分も動いてあげるようにしましょう。そうするとセールが風下側に、移動しますので、ここでまた最初の通常通りのセールアップをしていきます。じゃあまた、セールが風上側に
落ちてしまった場合、先ほど回した時はボードのテール側を回しましたけども、これセールマス少し上げると風の入り方によってマスごめんなさい、テール側に移動したりノーズ側に移動しようとしたりセールが動いてきます。その動きに合わせるというような形で大丈夫です。この場合はセールがおいしょ前ノーズ側に移動したのでノーズ側から回してあげて、セールがちゃんと風下側に移動してきたら通常のセールアップをしてあげます。この風上にセールが倒れている時のセールアップですが、ちょっと慣れてきましたら最初にこのセールを上げるマスを上げる量を増やしてあげて、セールに風を流してしまってこの動きに合わせて自分もセールに対してきちんと移動してあげれば、風を入れて早く風下側にセールを持ってくることもできます。ここで通常通りのセールアップをしてあげるという形ですね。あとセールアップする際、ブームの高さなのですが、基本的には高い方が一応水はごめんなさい、セールから水をこぼしやすく引き上げやすくなります。逆に低い方が低いところで上げようとするのでちょっと重たさを感じやすいような形となります。だからといってセールアップのためだけに上げすぎたりするのもちょっとバランスが悪くなってしまうので、適度に見ていくことは必要になりますけども、高い方が上げやすく低い方がちょっと重たさを感じやすいという風になります。これからセールアップするときに、ちょっとしたコツというか、頭に入れておくといいことをちょっとお伝えします。まず足の位置ですが、僕は初めやりやすいように最初は中心線上に足の指の付け根、親指の母指球のあたりが来るようにとお伝えしたのですが、少しあえてかかと側に自分の立ち位置をずらしてあげてボードを傾けてあげると、マストがボードのレールに引っかかってくれて上がろうとしてくれます。なので全部手で引き上げるよりもボードがマストを上げてくれるような形になりますので、最初の引き上げが少し楽になります。ただ少し上げてきた後重たさなくなってきたらずっとこのかかとの位置にいると傾きっぱなしになってしまいますので、上げ具合を見ながら自分の足の位置は元の位置に戻してあげて、セールアップをしていくというようなやり方もあります。次はですね、セールアップ、した後、ボードと、セールは90度の状態のままですが、この状態から、セール今ニュートラルポジションですね、ごめんなさい、ニュートラルポジションの状態から今セールは風に対して、ただなびいてるだけの状態、この状態をシバーリング、シバーの状態と言ったりしますが、この状態を使って、ボードをちょっと動かしてみたいと思います。例えばこのブームエンドの位置をボードのテール側に振ろうとしてあげると、ボードは風上側に向いていきます。反対にブームエンドの位置をボードのノーズ側の方に回していこうとすると、ボードは、風下側、に向こうとしてくれます。この動きを使ってあげると、セールアップした後にボードの向きを調整することもできます。先ほど行った、シバーリング、シバーのセールシバーの状態を使ってボードを動かしたという形ですが、これやるにあたって、ちょっとポイントがございまして、それはブームエンドが海面に近い状態でこの操作を行ってあげるということですね。このニュートラルポジションの形ではあるんですけれども、この状態でないとなかなかボードはしっかり動いてくれません。例えばブームエンドが海面から結構離れてしまった、セールが自分と近い状態で動かそうとしても
セールだけ振られてしまってあまりボードに動きが伝わってくれません。しっかりブームエンドを海面に近づけて行ってあげるのがポイントとなります。はい、皆さん今回、セールアップ編ということで、ご覧いただきありがとうございました。セールアップってウィンドサーフィンやるにあたって一番初めにやる動作でもあるので、なんか簡単なイメージがあるかもしれませんが、だんだん上達していって強風下でも乗るようになったりすると、小さいウェーブボードのようなボードでもセールアップをしなければいけないなんていう場面も出てきたりもします。一番簡単なようで難しい側面もあるので、いっぱい練習してみて、やっていきましょう。来たちょいおお進んでるけど浮いてこないすごいはい、皆さん、今回も動画のご視聴いただきありがとうございました。今回は、真面目にウィンドウをやりました。またちょっと海動画もこれからちょこちょこと入れていきたいなと思いますので、皆さんぜひなんかこれを機にウィンドウまでやったことない人はちょっと海っていうかウィンドサーフィンやってみようかなとか、逆にやってる人は、ちょっと参考にしていただいて、楽しんでいただけたらいいなと思います。ではいつものフェザーじゃんけんやりたいと思います。ちょっと前回テンション上げすぎちゃったんで、ちょっと今回は控えにいきます。最初はイエーイ、フェザーじゃんけんじゃんけんポン、これはい、ありがとうございました。本当は裏ピースってよくないのかもしれないごめんなさい失礼いたしました。いいと思う。裏ピースダメ。